これをすると、バーってこうパンパンパン。あ、おお、早い。スイッチョンの匠スイッチョン。さあ今日はですね、京都の東山でございます。まあでも今日もね、湿度が高い。暑いですね。蒸し暑いね。やっぱり京都の夏はジメッとするね。そうですね。なんか君の声もなんかそうですね言うてすごく湿っぽいもん。あ、そうでしょ。これね、だから2本目なんですよ。ここから撮ってるんで最近若干ねテンション下がり気味になっちゃうんですね。やっぱりね。今日それバラすけど、いや頑張っていこうよ。頑張っていくんですよ。最近ね黒松のその辺のテンションの下がり具合がね分かりやすすぎる。テンション上げていこう。上げていこう。でね、午後からの収録の今回ご紹介するのは真田ひもの匠でございます。おお、真田さんですね。じゃあ真田幸村。そう、真田丸でもねありまして、真田ひもって和歌山でしょ。だからそもそもだからそこの技術を学んで、大阪に持ち帰ったりとか、なんかそんなくだりがドラマであったと思う。だからそこから京都っていうのは僕もあんまし分かんないんですけど、そうですね。だからその辺の話なんかは師匠に聞いてみましょうよ。なるほど。もう会ってないけど師匠なんだ。いやもちろんそうですよ。こう出てくれる方は皆師匠でございます。いつかね怒られたらいいのにね、なんでなれしいわっつっていきなり。そんな持ってい方すなんでやねん、身内やないか。はい、行くよ。さあ、こちらがですね、今回お邪魔する師匠のところでございます。これ僕知ってますよ、これ。あ、知ってる？真田さんのそう家紋的なやつ。そうですよ。だから本当にドラマでもね使われてましたし、真田ひもだもん。それはもちろんそうです。はい、こちらがね、南さんというね工房でございまして、ご紹介する師匠がもうね作業されてありますけども、行きましょう行きましょう。こんにちは、お邪魔します。こんにちは。今回の匠でございます。京真田ひも師和田さんでございます。よろしくお願いします。じゃずらっとこれいろいろございますけども、もうなんやドラマや映画でこう取り上げられたような写真とかもね、たくさんございます。真田ひもっていうのはそもそもね、どういうものかいうのをまずね見せてもらいたいんで、ベーシックなものってどれになるんですか？こういった平たい紐ですね。これがまあまあ真田ひもと呼ばれるものですね。さっきドラマとかでも取り上げられててみたいな話で、そもそもは和歌山でしたっけ？発祥はね、滋賀県とか、滋賀県、伊賀とか甲賀ですね、大阪、京都、この辺ですね。じゃあ和歌山ではない？和歌山で雪村たちが追ってたんですけど、時代としてはかなり後ですね。よかった、追ってたね。じゃあそもそもあったものを工藤山でしたっけ？そうですね。で編んでたってことですね。それをじゃあ真田さんは自分のものにして真田ひもって名前つけたってことですか？実際はね、お父さん、雪村のお父さん、これお父さんが実際着てられた甲冑なんですけど、この方が初めてこの甲冑の手首足首縛る紐に使われたんですね。で僕が挙げられて真田紐という名前がついて、ほんでこのようにいろいろと甲冑であったり刀とかでも使われてるんですね。刀でもこういうね、刀ってどういう部分に使われてるんですか？これね、こういうここにね長い紐がこうついてるんですね。これ下げようっていうんですかね。こう腰にこうつけて帯のとここう置いといて、片手で刀抜くとき押さえると出てこない押さえとく紐です。でそれをね武器にしたりとか。これ武器になりますの？これ武器にしたりとか防具に使ったり。武器ってやってもらったら。どないしますんで？切る方でやってもらいましょうか。じゃあ僕がこう切る感じで。ほんなこれで。重たいよずっしり。じゃあ行きますよ。その後でガチンコやないですか。で刀こう持ってます。持ってます。はい。行きますよ。お友達の家行ったりとかすると左側に持ち帰るんですよ、これね。これで右手で戦えないんで、戦う必要はないですよって言うわけですよ。ただその時にほらいきなり押されるんですよ。そういう時にこれがねすぐ抜けないですから、これでうりゃー受けると。でもその時これ切れませんの？これね、刀ってね振り下ろした時はナタと一緒ですから、硬いもの折ったりはできるんですよ。で次これを引くっていう時に、こうですよね。こう引く時に引いたら切れるわけですよ。ですからその前にこう来た時に回してこうやって引っ張ると。でこうすると引けないでしょ。引けないですね。引けない刀切れないわけ。でこれで首ねこう押さえて足掛けやったってください。いやそんないらんねん、そんなこと。そういうあれですね。だから早くこれをするとバーってこうってパンパンパン。おお早い。坂本龍馬さん。幕末ですわね。で時にはねここが組紐なんです。
ああ、そうか。これが組んでるその組紐じゃないんですよね。これはね、真田紐って折った紐なので。折った紐。はい。非常に丈夫っていうことなんですけど、こう置いてますわね。はい。で、坂本龍馬さんの場合はパッてこう敵が来た時にこうやって受けはる。ああ、はい。でこうやって受けちゃうとこれ木でできてるんで、まず割れちゃうわけです。鞘が。で破片詰まりますわね。で刀がこう歪んじゃうんですね。でこれ左へ戻して抜こうと思ったら抜けなくて。歪んでしまって抜けバサッと。じゃああの時にこれがあったら生き残ってたかもしれないね。いやかっこええこと聞いたな。ピストルに手出すからですね。そうですね。ほんまやな。武士として。そう武士として。新しいもんばっかり来ましたからね。古いものを大事にせんかったからね。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。